キューベレイの正統後継機 AMX114 リマーテル。 AMX114 リマーテルは漫画機動戦士ガンダムバルプルギスに登場する機体です。機動戦士ガンダムダブルゼータで描かれた第一次ネオジオン構想で、ハマーン・カーンが死亡した後の世界において再び現れたハマーン・カーンが本機に登場し、パプテマス・シロッコの復活を目論む者たちと主人公マシロークスをめぐる戦いに参戦しました。また現在ガンダムエースで連載中の本作の前日譚となる漫画機動戦士ガンダムバルプルギスイブでは、リマーテルの前身となる機体プロトタイプリマーテルも登場し、その開発経緯が明かされています。今回はそんなリマーテルについて解説させていただきます。なお本動画は漫画機動戦士ガンダムバルプルギスシリーズのネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。宇宙世紀0087機動戦士ガンダムダブルゼータの世界では、エウーゴとネオジオン軍が第一次ネオジオン構想と呼ばれる戦いを繰り広げました。そんな中、ネオジオンはザビ家再興という目的を掲げ、ハマーンを筆頭に各サイドへの侵攻を行っていきましたが、ハマーンの体制に不満を抱いていた将兵たちがグレミート島を中心に反乱を起こします。こうしてネオジオン内部が混乱極まる状況になる中、最終的にグレミーもハマーンも戦死。そのためネオジオン全軍の統制を取れる者がいなくなってしまいました。これを機にエウーゴと地球連邦軍の艦隊がネオジオン殲滅に本腰を上げる中、ネオジオンの艦隊の中にハマーンの妹セラーナ・カーンの姿がありました。セラーナは元が PC98 用ゲーム機動戦士ガンダムアドバンスドオペレーションに登場した人物です。ネオジオンの外務次官を務めていて、地球圏とスペースノイドの融和を図るいわゆる穏健派の人物とされていました。また漫画機動戦士ガンダムシャーズ・リレイティッド・アフェア若き彗星の肖像では、アクシズ時代にハマーンと仲良くしている様子が描かれています。また漫画バルプルギスでは、地球侵攻をせず血を流さずに済ます方法を考える心優しき少女として描かれています。そんなセラーナはエウーゴと連邦の合同艦隊の降伏勧告に応じるべきと判断します。しかしネオジオン軍の中には徹底抗戦を唱える者も多く、さらにグレミーとハマーンの派閥争いが起きていたこともあって、全軍を導ける指導者がいませんでした。そこでセラーナはネオジオンには未だ戦力割と見せつけることができれば、ネオジオン全軍を鼓舞してまとめ上げることができ、さらに連邦との停戦交渉を有利にできると判断。配備前の機体プロトタイプリマーテルで出撃しました。開発コード LNES5 プロトタイプリマーテルはキューベレイの正統発展型モビルスーツです。キューベレイはエルメスの小型化モビルスーツ化を目指して開発された機体でしたが、大型のモビルアーマーだったエルメスを小型のモビルスーツの規格に落とし込むという都合上、火力や航続距離が下がってしまいました。そこでプロトタイプリマーテルはそれらを改善することを目的とした機体として開発されています。そのためキューベレイの正当な発展型であるものの、量産型キューベレイやキューベレイマーク2のようなキューベレイのマイナーチェンジ機ではなく、どちらかといえばエルメスを発展させた機体という位置づけとされています。またモビルスーツが恐竜的進化を遂げた時代の中、キューベレイはダブルゼータガンダムのような第4世代モビルスーツにパワー負けする場面が見られたことから、プロトタイプリマーテルはパワー面でも改良されています。外見としてはキューベレイよりもかなり細身のスタイルになりました。また肩のバインダーがなくなった代わりにハイブバックパックから伸びる3機のブースターを持ちます。本機の武装としては、まずキューベレイと同じく 1.3 メガワット出力のファンネルを30機持つという設定を持ちます。これらのファンネルはハイブのブースター内に格納されています。ただ不思議なことに、ガンダムエースでのディマーテルの解説やウィキなどのネットソースではファンネル搭載数は30機とされていますが、設定画や漫画内の描写を見るとブースター1機あたりファンネル5機しか内蔵されていません。つまりブースターが3機なので搭載数は合計15機のように見えます。もしかすると1箇所に2機のファンネルが内蔵されている可能性もありますが、ゲームガンダムバトルオペレーション2ではディマーテルのファンネル射出後にラック内のファンネルがなくなっていることから、正しくは15機の可能性もありそうです。またブースターの先端に内蔵されているファンネルはラック搭載時に
ビームサーベルとして使用することも可能です。そのためビームサーベルを展開すると3つの爪のように見える印象的な姿になります。またこちらも設定上はビームガン兼用ビームサーベルを持つとされています。キューベレイの場合、手首の袖の中にサーベルユニットが内蔵されていて、そのままビームガンとして使用したり取り出してビームサーベルとして使用することが可能でした。しかしリマーテルの場合、手が前腕部と一体化しているので袖にサーベルユニットを内蔵するような構造になっていません。プロトタイプリマーテルがサーベルをどこから取り出すのか描かれたシーンはありませんが、リマーテルは膝からビームサーベルを取り出す描写があるため、ここにビームサーベルが格納されているようです。なお設定上はビームガンとして使用することができるはずですが、漫画内ではあくまでビームサーベルとして使用しています。さらにガンダムバトルオペレーション2でもビームガンとして使用しておらず、本作のビームガンはバインダー先端のファンネルから発射するように描かれています。そのためもともとはキューベレイが使用していたビームガン兼用ビームサーベルを袖の下に持っているような設定だったものの、後で変更されたのかもしれません。ネオジオン軍の主力として活躍した量産型キューベレイやキューベレイマーク2はグレミー陣営のマガニー博士が担当した機体とされており、ハマーン陣営から全て持っていかれてしまっていました。しかし唯一プロトタイプリマーテルは開発途中ということで残されていたので、セラーナはこの機体で出撃しました。作中では本機に登場し、迫り来るエウーゴ部隊やヘッジホッグとの激闘を繰り広げています。戦闘後セラーナは前線でファンネルを使えていたはずが、テストでファンネルを使うことができなかったため、グラナダのニュータイプ研究所に赴き強化人間となります。さらにハマーンナキアと勢力を伸ばす強硬派に主導権を渡さないようにするため、カリスマを持った指導者になるべくハマーンの記憶を受け継いで生まれ変わることにしました。一方でシロッコの復活を目論む者たちはバイオセンサーの発展型となるグリモアを開発。そこに目をつけたアナハイムエレクトロニクスのフランチェスカ・メレルがグリモアの試作品を横流し、こうして赤のグリモアがセラーナの手に渡りました。そしてプロトタイプリマーテルに赤のグリモアを搭載して完成したのがリマーテルとなります。リマーテルはプロトタイプからカラーリングが変更された他に、頭部がキュベレイ寄りのものになりました。またプロトタイプにはファンネル制御に使用するためのサイコミがすでに組み込まれていましたが、リマーテルには赤のグリモアが搭載されたことで、モビルスーツ本体の制御もサイコミでサポートできるようになりました。また作中では鉱物に侵食されたような赤いグリモアが登場しており、この赤は人の命を吸った色とされています。ゲームガンダムバトルオペレーション2ではリマーテルでグリモア発動中に敵機を撃墜した際に体力が回復する効果が発生しますが、これは人の命を吸った色という赤の意味を再現しているのかもしれません。なおシロッコが開発したグリモアはサイコミの細胞のようなものとされています。イメージ的には後年のサイコフレームに近いものですが、皮膚に焼き付けて使用したり人間を侵食するような描写が見られるため、サイコフレームよりも有機的な特性を持っているようです。武装としてはプロトタイプから特に変更されていません。設定上はファンネル30機とビームガン兼用ビームサーベルの2種類です。ただ作中ではスラスター先端のファンネルからビーム刃を展開していたり、ファンネルラックが15機分しか見られないので、実際のファンネル搭載数は15機。そしてビームサーベルは膝の先端に格納されているものと思われます。完全にハマーンのような人格となったセラーナはリマーテルに登場し、ネオジオン再興を成就するべく戦いを繰り広げていきました。オーベロンとの戦いではシロッコがゼータガンダムの前で動けなくなった時と同じくエルドリッジ効果が発動。機体が強制的に重くなる様子が描かれています。また最終戦ではサイコフレアオルフェウスを手に入れるべく出撃。この時脚部にブースターユニットを追加装備して出撃する様子も描かれています。余談ですが、現在バルプルニスイブ3巻ではスラスターが2枚になり2本爪を持ったリマーテルレスパイアが登場しています。そのためリマーテルの系譜としてはプロトタイプリマーテルからリマーテルレスパイアになり、そこからリマーテルに改修されていると思われます。セラーナがどのような思いでハマーンとして生まれ変わったのか、そして
第一次ネオジオン構想後のネオジオン残党とアナハイムエレクトロニクスがどのような関わりを持っていたのかなどについても描かれている、この時代を補完する面白い内容になっているので、興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。